ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギエモンです。今日は羽生結弦選手のプロ転向後のワンマンアイスショープロローグ横浜公演で買った公式パンフレット、はい、こちら羽生選手がこういったあれです。パンフレットお買い求めになられましたでしょうかこのパンフレットはこんな感じで A4 サイズよりも大きくて変形の形なんですが、中身が本当に素晴らしかったんですよね。ただ羽生選手のプロローグでの演技が本当にすごくて、実はパンフレットちゃんと読んだのは公演が終了してから1週間以上経ってのことでした。本当に？実は本当にすぐに読んでなかったんですね。そういう意味では羽生選手の初ワンマンアイスショーは大成功っていうことじゃないでしょうか。なんかこのパンフレットに書かれていたことは、さすがワンマンアイスショーのパンフレットっていう感じの新しい情報満載のものだったんですが、その中でフィギエモンが一番心を動かされた一番最後のこちら、はい、バイオグラフィーの前ですね。ここに書かれている高難度ジャンプ初成功表練習大会って書いてあるんですが、この表をじーっと見ているといろんなことが分かってくる。羽生選手の高難度ジャンプにかける思いをこの表から読み解いていくというね、ちょっと今までとは趣向が違った動画です。練習でジャンプが成功した日っていうのは本人しかわからないことなので、ちょっとレア情報っていう感じですよね。本当にありがとうございます。こちらこそ。動画最後にはご紹介するタイミングを逃していた見応えのあるフィギエモン今週の羽生ライフっていうか、今週じゃないんだけど羽生活を複数まとめてご紹介していきますので、最後までぜひ楽しんでくださいね。 OK。 こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。何をしますか？プロになった羽生結弦選手をより全力応援していきたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。なんか入っちゃうっていうチャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。動画ではタイムラグのある情報も、コミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また2021年9月に始まったメンバーシップでは11月23日で14ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。皆さんもその楽しさが伝わってたら嬉しいです。メンバーシップの内容に興味がある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。 では早速高難度ジャンプ初成功の表をまず見ていきましょう。じゃん。こんな感じで、まずは高難度ジャンプの一番最初にあるのがトリプルアクセルです。すごいですよね。この表には7種類のジャンプが載っているんですが、その中で一番簡単なジャンプがトリプルアクセル。そういう意味では羽生選手の高難度ジャンプへの挑戦はトリプルアクセルから始まった、そう言えるかもしれないですね。で、このトリプルアクセルを練習で初成功したのは2008年8月3日、羽生選手が13歳の時です。今27歳なのでもう14年も前なんですね。なのでこの時のエピソードはとても有名なので知ってる方が結構いらっしゃるとは思います。この表には成功した状況も記されているんですが、トリプルアクセルを成功したのは全日本シニア合宿中、場所は中京大学アイスアリーナであります。これね、シニアっていうところがすごく大事ですね。はい、13歳っていう年齢を考えると、全国有望新人発掘合宿、通称延山合宿に参加していることも考えられます。でも羽生選手はシニアの合宿に参加していたんですね。ここで当時17歳の浅田真央さんの力まないふわっと浮き上がるトリプルアクセルを見て、力っていらないんだと羽生選手は気づいたって言っていました。
試しに浅田選手の飛び方を真似て軽く飛んでみると1回で成功したそうです。羽生選手はこの時氷の上を転げ回って喜んだっていうエピソードです。完成です。このシニア合宿に参加していなければ浅田選手のトリプルアクセルを見ることはなかったっていう意味で、なんか縁を感じますよね。ダブルアクセルでも世界一になると信じていた羽生選手ですから、きっとこの時は地球を制したって思ったかもしれませんね。 OK。 そしてこのトリプルアクセルを成功させたのは2008年11月1日札幌の東日本ジュニア選手権ショートプログラムのことでした。わずか3ヶ月後に試合で初成功をしているところが、羽生選手は他の選手と違うなと思わずにはいられないですね。本当にありがとうございます。このトリプルアクセルだけでもすごいのに、次に練習と試合で決めたのが4回転トーループでした。2010年4月6日東京の代々木第一体育館でスターズ・オン・アイス2010の東京公演の練習中に4回転トーループを決めたとこの表には書かれているんですが、このことは織田信成さん著書フィギュアとは生き様を見るスポーツである、この中に書かれていました。はい、こちらですね。この本の中に書かれたエピソード部分をちょっとご紹介していきます。この選手は将来全日本で勝って世界選手権でメダルを取るのかなと直感しました。とはいえ当時はさすがにこれほどまでに偉大な選手になるとは想像できませんでしたが、間もなくこれはとんでもない選手になるぞと思うことになる場面に出くわします。2010年のバンクーバーオリンピックが終わった頃でした。共に出演していたアイスショーで羽生選手が素晴らしい4回転トーループを決めたのを見て、めっちゃ綺麗やん、すごいやんと声をかけたんです。すると羽生選手はニコニコしながら、今日初めて挑戦したんですと答えるじゃありませんか。腰を抜かしそうになりました。当時僕たちの世代で4回転トーループを完全にマスターできている選手はいなかったんです。飛ぶには飛べても試合に組み込むか頭を悩ませていた頃でした。僕たちが数年かけて練習してなんとかものにできそうになったジャンプを初めて飛んで成功させてしまう、寒気すら感じました。羽生選手は絶対に世界を取るとその時に確信しました。こんな風に書かれていました。126ページから127ページまでを抜粋して今読みました。この本は発売されて間もなく買って読んだんですが、しっくりくる内容で最近読んだフィギュアスケート本の中で楽しめた一冊ですね。本当に羽生選手のことも載ってますし、浅田真央さんのことやもちろん織田信成さん自身のこと、さらにフィギュアスケートの選手であることがどういうことなのかっていうのがね、事細かに書かれていて、そんなことが実感できるような本になってます。この本のリンクを概要欄に貼っておきますので、興味がある方はぜひ読んでみてくださいね。 OK。 フィギエモンはこの本買ってよかったです。余談ですが、いつか買った本に織田信成さんにサインしてほしいんですよね。実際ファンタジーオンアイス神戸公演終了後に目の前にね織田信成さん来たんですが、本持ってなくてサインのことなど全く思い出さなくて残念でした。終わった。そしてこの表と織田信成さん、今現役復帰したから織田選手かな、織田選手の実際に4回転トーループ初成功した目撃者としての言葉と照らし合わせてみると、羽生選手の凄さ、フィギュアスケーターとしてのポテンシャルの高さが実感できますよね。 OK。 そしてこの4回転トーループを試合で決めたのが2010年10月24日名古屋で開催された NHK 杯フリースケーティングの中でした。この時羽生選手はわずか15歳。この時の映像はたくさんの方がご覧になったことがあると思います。 NHK 杯なので最近も放送されていましたよね。今の4回転トーループと比べれば荒削りではありますが、
すごく美しいジャンプというのは最初から変わってないなって思います。ありがとうございます。4回転トーループも練習で成功してからわずか半年後に試合で、しかも初出場の NHK 杯という国際競技会の場で成功させてしまうあたり大物だなと思わずにはいられません。先ほどの織田信成さんの話と照らし合わせても、半年で試合に組み込んで初めて成功させることの凄さが身に染みます。へい。そして次に練習で成功した高難度ジャンプは4回転サルコーです。4回転サルコーを練習中に成功させていたのは2011年5月7日、羽生選手16歳の時、東日本大震災愛知フィギュアスケートチャリティー演技会の練習中のことでした。場所はアクアアリーナ豊橋です。2011年5月といえば、来シーズンのフリースケーティングのロミジュリのプログラム手直しが終わり、練習していた頃でしょうね。そう思うとちょっと感慨深いものがあるんですが、羽生選手にとってとても大変だった時期、東日本大震災が3月に起きて、練習場所アイスリンク仙台で練習できなかった時期ですよね。この頃練習場所がないため、たくさんのチャリティーショーに出演していた羽生選手、その途中で4回転サルコーを成功させていたことがこの日付から分かります。はっきり言って2012年世界選手権に4回転サルコーを組み込みたかったという思いはあると思います。でも怪我もあってそれができなかったのでしょう。4回転サルコーを試合で成功させたのは2012年10月6日、フィンランディア杯のフリースケーティングの時でした。やっと来た。そしてこの試合で優勝しています。すごい。羽生選手は好きな国と聞かれて一番に答えるほどフィンランドが好きですよね。自身初の国際大会2004年12月10日から12日にフィンランドのエスポーで開催されたタンベレサンタクロース杯ノービス A で優勝したので好きだって言われてましたが、4回転サルコーを初めて試合で成功したのもフィンランドだったんですね。完成です。2013年フィンランディア杯、2017年世界選手権、2018年グランプリのフィンランド大会と出場したフィンランドの大会で全て優勝しているのも公式パンフレットを見ていて気づきました。羽生選手がフィンランドが好きなことは前から知っていましたが、出場した全ての試合で優勝しているほど縁起がいい場所だったんですね。大好きなので。そして次に19歳の時に練習で成功させた高難度ジャンプ、それが4回転ループでした。2014年4月5日か6日に波早ドーム、現在の東和薬品ラクタブドーム、世界フィギュア2014年大阪エキシビジョン練習中に成功させました。2016年9月30日21歳の時、カナダで開催されたオータムクラシックショートプログラムレッツゴークレイジーのプログラムで成功させた記憶がある方もたくさんいらっしゃると思います。今改めて考えてみると、練習で成功してから2年以上も試合で成功させられていない高難度ジャンプは初めてだったようです。激ムズだ。それほど4回転ループの難易度が高いということは言えると思いますが、羽生選手にとっては初めての壁のようなものを感じたジャンプだったのではないかななんて思ったりします。いやー、これもうちょっと極めたいわ。そう思ったジャンプでしょうね。はい。でも羽生選手にとっては試合で成功するまでに時間がかかった4回転ループですが、いきなりショートプログラムで入れてくるあたり、本当に誰にも考えられないことだななんて思いますショートプログラムといえばとにかくミスをしてはいけないっていうのがお決まりです。だから普通は高難度ジャンプを習得して試合で披露するとき、ほとんどの場合でフリースケーティングに入れることになります。現状の男子シングルのルールでは、ショートプログラムは4回転アクセルを入れることができないとされているため、北京オリンピックで4回転アクセルを入れたのはフリースケーティングの天と地とだったわけなんですが、羽生選手がショートプログラムに4回転アクセルを入れようと考えていることがあったと実際に言っていたように、ルール上 OK だったらショートプログラムに高難度ジャンプを入れるという挑戦的な考えがこの頃からあったのでしょうね
20代になって試合で成功させた一番最初の高難度ジャンプが4回転ループっていうことになりますね。これを見ていると30代でも高難度ジャンプ決めたりするんじゃないかな、新しくできちゃったりするんじゃないかななんてフィギュアモンは思ったんですが、実際未来はどんな感じになるのか楽しみですね。はい。そうそう、4回転ループを練習で成功させた波早ドームが現在の東和薬品ラクタブドームっていうのも縁を感じますね。東和薬品は羽生選手のスポンサーですし、プロローグ横浜公演では東和薬品プレゼンツというね、イベントの名前に東和薬品と入るほどの協賛をしてくれていました。羽生選手の今までの奇跡が縁を生んでいる、そんな感じもしていたフィギエモンです。 OK。そして次に練習で成功させていたのは4回転ルッツです。すごい。2017年4月、トロントのクリケットクラブのホームリンクで練習中に成功させました。完成です。ここで初めてホームリンクで成功っていう文字が出てきました。今までいかにアイスショーの練習など羽生選手のいつもじゃない場所で成功させてきたっていうのが、ちょっと不思議でしたね。他の選手がどんな場所で高難度ジャンプを成功させていたのか、知らないので比べようもないんですが、イメージではホームリンクで練習中にできるようになるっていうのが、スタンダードな気がしますよね。わかんねえや。でも高難度ジャンプっていうのは普通に練習していてもできないから高難度ジャンプなんでしょう。はい。人が成功しているところを見て、それでできるようになることが多いんでしょうね。かなり。2017年4月当時は選手として4回転ルッツを飛んでいるのは中国のボーヤン人だけだったので、高難度ジャンプすぎて日本が近くにいないっていうのが羽生選手にとってネックになってきた時期だったのかもしれません。もし近くに4回転ルッツが飛べる人がいたなら、クリケットクラブに4回転ルッツを飛べる選手がいたなら、もっともっと早くに羽生選手は4回転ルッツが飛べていたんだろうなって思います。それでも試合で成功させたのは初めて4回転ルッツに成功してから半年後の2017年10月21日、モスクワで開催されたグランプリロシア大会フリースケーティング生命の冒頭でした。羽生選手のジャンプの中ではクリーンな着氷とまでは言っていませんでしたが、加点ももらった4回転ルッツでした。フィギュアモンはこの時の演技を見返してみたんですが、2017年10月といえば NHK 杯で怪我をしてしまう前の生命です。もし怪我をしていなければこういう構成にしよう、そういう意図が見える構成でしたね。皆さんが知っている生命とはっきり言って全く違うプログラムでした。結果論にはなってしまいますが、私たちの頭に残るピョンチャンオリンピックの生命の方がいいなとは思いました。でもロステレコム杯で見せた羽生選手の生命はピョンチャンオリンピックで絶対勝ってやる、そういう並々ならぬ意気込みを感じました。本気でやります。羽生選手が本気で考えたピョンチャンオリンピックで披露するジャンプの構成が本当エグかったです。もし怪我をしていなかったらこの考えを変えることはなかったでしょうね。このジャンプ構成、今からご紹介します。まずショートプログラムは1、4回転ループ、2、トリプルアクセル、3、4回転トーループと3回転トーループのコンビネーションジャンプ。はい、今この構成でやっても目を見張るほど高難度な構成ですね。これを優美なプログラムバラード1番でやったのだから、羽生選手の挑戦する心が透けて見えるようです。そして2017年に初めて成功させた4回転ループを織り込んだ生命の構成、それがこの時のプロトコルですね。ピョンチャンオリンピックのフリースケーティングの8本のジャンプ構成を予想するとこうなります。じゃん。1、4回転ルッツ、2、4回転ループ、3、3回転フリップ、そして 1.1 倍される後半ですね。4、4回転サルコー、5、4回転トーループ、6、4回転トーループと3回転トーループのコンビネーションジャンプ、7、トリプルアクセルとダブルトーループのコンビネーションジャンプ、8、トリプルアクセル。 OK。という感じで、
めっちゃ恐ろしい構成ですよね。4クワードの構成です。いやー、やりたいんですけど、結果的には怪我で実現できませんでしたね。でも今だからこそ、あの時を振り返ると羽生選手の心の動きなどがジャンプ構成一つをとっても分かるものだなって思いましたよ。 OK。ということで、最後に練習で初成功したジャンプは4回転フリップでした。2019年4月、羽生選手24歳の時にクリケットクラブのホームリンクで成功したってあるんですが、この情報は初じゃないかなって思いますね。はい、公式戦で成功したことはないジャンプですが、しっかり4回転フリップ2019年に成功しちゃってるなんてちょっとびっくりです。プロローグ横浜公演の時、4回転フリップをこれから挑戦したいと語っていたので、今後見られる時を楽しみにしてようと思います。いや、大変だね。ですね。これからもっと大変だとは思いますけど、見続けていきます。ってことで、この表の最後には練習でも試合でも成功していない4回転アクセルの欄があります。この欄があることにフィゲモンは羽生選手の心をすごく感じましたよ。インザニートフューチャー、近いうちに。目標書くんだったらやっぱり大きい方がいいじゃないですか。嬉しいですね。羽生選手が高難度ジャンプに挑戦する姿を見ながら、私は勇気づけられている、そんな気がします。 OK。この表だけにフォーカスしてお話ししているわけなんですが、この表をじっくりしっかり全体的に見たとき、いくつかのことに気がつきます。それはこの表を最後の文字のページに持ってきたこと、これから未習得、公式の場で成功していないジャンプに対しての意欲です。おっしゃ。羽生選手のこれからの未来のこととか、その辺が伝わってくるような気がしました。で、もう一つ気づいたこと、それは羽生選手はシーズンオフの時に未習得ジャンプを練習で成功しているってことなんですよね。以前から時々羽生選手自身も言っていたことではありましたが、表にしてみるとなるほどなって思いますね。シーズンオフで習得しているということは、ちゃんとそのジャンプを練習すると決めて練習した場合に習得できる可能性が高いってことなんだと思います。あとは何だろう。やっぱり羽生選手にとって高難度ジャンプっていうのは、友達のような、自分自身のようなとっても大切なものだっていうことがこの表から分かりますよね。先日のプロローグ横浜公演では、フィギュアモンはいつか終わる夢が一番印象に残っています。このプログラムは羽生選手が語るように、クールダウンの動きが取り入れられたジャンプなしのプログラムではあるんですが、見ている方からは違う世界に連れて行ってくれるプログラムだったからこそ印象に残っているのかなって思います。ありがとうございます。ただ今でも現役で試合に出場していたなら、間違いなくトップレベルの技術、特にジャンプの技術があるからこそのクールダウンの動きでも見せられる羽生選手の良さだって思います。ジャンプなしのプログラムだけで行くわけじゃない、そういうところが私たちが惹かれてやまない理由なのかもしれませんね。本当に皆さんに助けられたなと思いました。このパンフレットをまだ手にしてない方は、ぜひこの最後の表をね、この動画の内容を思い出しながら見ていただけたら嬉しいなって思います。頑張る。ってことで、ここからはフィギエモン最近の搬入ライフってことで、紹介するタイミングをめっちゃ逃していたファンニューライフを合わせてご紹介していきます。でも本当に何回やっても楽しいなって思います。そうなんです。ファンニューライフは何回やっても毎日やっても楽しいんですよね。ってことで、今日は東京駅八重洲北口にやってきました。はーい、こちらね、見える？すごいでしょ？うわー、なんかすごい。これ反対側から見てます。圧巻でしょ？はい。この広告、9月5日ですかね。発表があって、ですぐに行ったんですが、
お昼ぐらいだったかな、この時間。はい。でも結構人いましたね、やっぱり東京駅なので。なかなか撮影するのも大変で、羽生活中の方々がまあたくさんいらっしゃったんですが、はい。こちらの羽生選手。ねえ、すごい表情ですよね。おー、こんな顔してたんだって思いつつ、これね、ピカピカ光ってるこう円柱の形なので、撮影するのがね、すごく難しかったです。皆さん苦労されてた感じでしたね。ほらね、こうやって映り込んじゃうんですよね。はい。でも、綺麗な写真ばっかりでしたね。はい。みんなね、羽生活中じゃない方も何事だっていう感じでね、こうみんな見てた感じがしたんですが、すごいですよね。テレ朝チャンネル2の広告です。ありがとうございます、テレ朝さん。楽しめました。はい。これね、表と裏みたいな感じで円柱なので、別の写真がこう貼られているんですが、かっこいいね。でも撮るのが難しい。はい。でもね、これね、映像で見るより、うわ、これすごいでしょ。大きい羽生選手。はい。美しかったです。多分ね、これが一番綺麗だったなぁなんてフィゲモンは思ったんですが、ね、裏が何の写真なのかっていう楽しみもちょっとこうね、撮影しててありました。でもね、こうやって黄色い見える電気がね、映り込んじゃうんですよね、どうしても。写真に撮ってもこんな感じで映っちゃうのがちょっと残念でしたが、いやでもね、これ皆さんが映像で見るよりも本当に大きいです。すごく大きい。天井がすごく高いので、東京駅、全然届かないですね。羽生選手の手のところが腕を伸ばしてやっと届くかぐらいな感じです。これもね、本当に大きくて、いや、見応えありましたよ。でっかい羽生みたいな感じでした。はい。これがね、改札入って目に入る写真ですね。はい、こんな感じです。いやー、なんか圧巻、本当に素晴らしい。ね、楽しい場所を提供してくださってありがとうございますっていう感じなんですが。ねえ。振り向かないとダメみたいな。ってことで、東京駅限定のこちらのくまのプーさんのケーキ、東京バナナですね。東京バナナのプーさん。これがね、なんかすごく美味しかったんですよ、以前もらって。なので買いたいなと思って買いました。で、先ほどの広告の近くのカフェでこのゆずソーダ食べながら、このくまのプーさんの東京バナナちょっとね、開封していきたいと思います。なんかね、このサイズの8個入りかな、これを買うとポストカードが1枚ついてるんだけど、絵柄が何かわからないっていうことで、じゃん、わー、フィグレットだー、プーさんじゃない残念ってことで、はい、こちらは残念でしたが、めっちゃ美味しいので、これね、開封していきます。なんか作りたてっていう感じがしてね、うわー、美味しいんですよ、これ。皆様、食べたことありますでしょうか。私はもう感動してね、多く買ってこう送っちゃいましたね。はい。美味しそうでしょ、パク。一口でかみたいな。これがね、カスタードクリームっていいのかな。いやー、もうね、これはいろんなお菓子食べたことありますけど、ちょっと感動的なふわふわさ加減と、なんか美味しさがあるお菓子でした。ぜひね、東京駅に来た方は買って帰るといいかなと思います。新幹線のね、
横のところにありますので、はい。で、ついでにこちらの日テレのショップに行きました。まだこの時は9月5日は T シャツありましたね。24時間テレビの T シャツで、2021年の羽生結弦展のグッズがまだ在庫がある分は売ってるっていう感じでね、このポーチとか売ってましたね。でも2種類しかなかったですね。あと鏡ですかね。はい、こんな感じで、すごい人気があるやつはもちろんもうなかったんですが、クリアファイルも2種類かな、絵柄がついてないノッテステラータって書いてあるのと悲壮のクリアファイルだけ、あとは座布団とこの羽生結弦展のねポスターが貼ってありました。これがちょっとレアかなっていう感じですね。2022年いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。今日は動画の中でプロローグ八戸公演の持ち物紹介もしたかったんですが、時間的にねちょっと厳しかったので、持ち物のご紹介などはブログの方でしていきます。よかったら見てみてくださいね。ただフィギュアモン現在八戸公演のチケットがまだ当たってないんですよね。本当に？残念ながらそうなんです。いつ当たってもいいように準備をしている状況です。で、予定は変更するかもしれませんが、12月5日夕方頃からライブ配信をする予定です。何らかの方法で最終公演を見ることができると思いますので、その見た後にライブ配信をしようかななんて考えてます。そういうことで、フィギュアモンは八戸公演をとにかく楽しみにしています。どこにいてもこのバングルをつけて羽生選手を応援します。日の丸を振ってね。ではフィギュアモンでした。さようなら。バイバーイ。